はい。いよいよ、桜の3番の練習に入ります。皆さん、要返しお待ちかねと思います。要返しとか、ちょっとくるくる回すのとか、いろいろ入ってきますので、頑張って練習しましょうね。では、参りましょう。はい。いよいよ3番の、練習に入りますが、まずはお扇子の扱い方ですね。4点ほど説明したいと思います。いよいよ要返しの説明ですね。はい。まず、扇ですね。これ分かりやすいように赤と青の色紙をつけました。はい。まず、要と、この地紙のとこ、親骨の地紙のところ、ちょうど真ん中ぐらい、ちょっと上ですね。そこに、人差し指と、親指と人差し指でまずもう持ちます。はい。この残りの3本は、要の上あたりに、これは浮かす感じですね。ちょっと浮かす感じ。ゆっくり、どういう風に回すかというと、要返し、扇はなるべく地面ですね、に平行に回った方が綺麗に見えます。まず赤が上ですね。その時、指はこの3本が上になってます。2本持って、指3本上ですね。これが、こういう風に回ります。赤はまっすぐ、こうですね。こう回ってきたら、さっきと反対になってますね。3本の指が上に来てます。今度は戻します。戻すときに、青の方を上にしたいんですよね。一回こう反らして持って、こっちから、こういう風に平行に、こう回っていきます。こっちが上で、当てて、こっちが上って感じですね。こちらのちょっとした仕込みがありまして、舞踊にはですね、要も重要な役割をするんですけれども、この親骨のところに、鉛のような、鉄のような、羽のものがここに仕込んであります。こちらと、こちらですね。普段塗りのお扇子には見づらいんですけども、全部塗ってありますのでね。こういうきなりの、竹のままのお扇子だったらよくわかるわけですね。これがいろんなくる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 、こうやって回るときですね。それをきれいに回してくれるっていう思いの役目をしてくれます。だから、これをこうやって回して、上に上げて、私はここでちょっとこれで押してやるんですけど、ちょっと押すだけでこの重りがいい役目を果たしてくれるんですよね。まずね、こっちから手前に持ってきて回して。ちょっと振ってやったら綺麗にここで回ってくれます。後でスローモーションで見れるように回します。これが要返しです。
次は、要返しの握り方について説明したいと思います。この3番でも2箇所あるんですけれども、まず、要返ししますね。こうなりますね。これを、こう持っていって、こう。これが要返しの握り方になります。3番で言うと、桜助あります。見渡すですね。見渡す。こうですね。限りのところと、一番最後のところ。こう回ってきて、一番ラストのところですね。この後、ツンツン、ツツツンと入ってきて、要返しして、この時にこの握り方をします。ツツツツツツツシャンで終わりのとこですね。はい。もう一度やりますよ。要返しをしたら、これを、こう持ってきて、こっち、親指で持ちます。こういう持ち方です。それでは次は、お扇子をくるくる回すところですね。後ろからこういって、その時にこちら、お袖を持ちます。で、こう切って、ここで指を入れます。こう切って、くるっと回して、こう。もう一回いきますよ。こういって、こう回して、ここで指を入れて、こうです。それで、こっちの、指で、くるっと押します。押して、回します。回して、人差し指をくっと、こう止めてやりますね。それで、こう回してきてですね。こうですね。こうして回してきて、ふっと止めたところがうまく、ここに来たら、このまま、形になるわけなんですけれども、これが変なところでですね、変なところで、例えばこんなとこ、止まってしまったとき、それはこのままこうしましょう、もう。これが止まったところがどこであっても、失敗したなと思わずに止まったところでポーズ決めてもらって大丈夫です。変なところで止まっても指が出しにくいなと思っても、このくるっと回るときに指を出して澄ました顔で戻ったら大丈夫ですのでね。はい。気楽に行きましょう。はい。最後の、お扇子ですね。最後のここを回すところです。最初、こういう風になってます。こういう風になって、右の方から手前に回します。それから、こうきます。どう説明するのか私もいろいろやってみましたが、私も、その都度、ちょっと手の持ち方も違うので、皆さんがやりやすいようにやっていただいたらいいと思います。問題は途中で回すときにこの小さくなってしまったり大きくなってしまったりしないように。これがこのまま回るように、それだけを気をつけてください。最後は、こういう形になります。親指で、こっちが、こうですね。こういう形で、なります。もう一度いきますね。こっちから手前の右の方から回して、扇子の形が変わらないように回して、こうです。2番の終わりはこうでしたね。右床ん。その次、いきなり、要返しです。
桜ですね。桜。弥生。この時に、そうそう。こうなって、手がこうなってる状態ですので、持ち替えます。弥生の、受けの手です。親指要ですよ。弥生の空は、持ち替えたらまた持ち替えますね。要返しの持ち方に持ち替えて、見渡す。握り込みますよ。限り。その次、戻して、かす、むかくおかですね。回します。いずるですね。ここまでもう一度行きましょうか。桜ですね。さあ、持ち替えて、弥生の空はと来たら、要返しで握り込みますよ。親指ここ。見渡す。限りですね。はい。戻して、かすみか。はい、親指を入れて、ごめんなさい。人差し指を入れます。回します。よいぞ。いずるですね。その次で、これをまっすぐにして、回りますね。いざや、いざや。から、お扇子を手前から持ってきて、右ゆか。最後ですね。ツンツン、ツツツンのとこですね。この時に、次また要返しですから、この手をここまで持ってきて、要返しの手にして、回します。回すと同時に左手はこの帯のところに持ってきますね。回すときに、こうなって回すときに左足を引いて、ちょっと斜めになります。こう斜めになって、要返しをしたと同時に、ちょっと後ろから前に、スッと立つ感じですね。はい。で、一番最後のポーズです。左足を出して、左手をお扇子のところに。お扇子のここから顔を覗かせます。覗かせて、体はかっこよくひねりますよ。こっちが少しこっち向いて、上半身は少しこっちです。シャンです。もう一回行きます。途中からね。ここまで行きました。よいしょ。こう、いずるですね。かすみか、くもが、よいぞ、いずるですね。ほんと前に置いて、いざやいざやで、回ったら、手前から持ってきます。持ってきて、こうですね。身に浮かんで、で、最後になります。要返しの持ち方。すっとこっち持ってきて、この後ろに回るよ、この空間ですね。回る間にこの要返しをして、いっぺん後ろに持ってきて、手はここですよ。トン。はい、ここでいい格好のところです。それで、最後が手をここに持ってきて、シャン。体は少しこっち。上体は少しこっち。ひねって、シ
シャン。以上終わりましたね。はい。次は音楽をかけて練習いたしましょう。3番はいかがだったでしょうか？上手に踊れるようになりそうですか？考えてみればですね、ちょっと、休憩なしで技を入れてるっていう振り付けになってるので、本当に初心者の方には難しいかと思います。ということで、次回簡単バージョンを撮りたいと思いますので、ちょっと、くるくるが嫌だわとか、要返しがかなうわっていう方は、そちらの方もご覧くださいね。では、また次でお会いしましょう。